ルディタ優勢です。2024年10月5日世界周遊246日目です。ということで今どこにいるかというと、コソボ共和国ジャコバに来ているよ。この街は日本の古い街並みに似ていると言われています。ということで今回はジャコバ編、レッツゴー。時刻は午前10時10分。現在地はプリズレンです。ホテルをチェックアウトしたので、これからプリズレンのバスステーションに向かいたいと思います。今日はあいにくの曇りです。昨日は雨がたくさん降りました。気温は15度、ちょっと肌寒いですね。ということでバスステーションに到着しました。ここからジャコバという町に行きたいと思います。ジャコバ行きは1番のプラットフォームです。時刻はこんな感じで1日に4本ですね、出ています。10時20分のバスで今日は行きたいと思います。バスはこんな感じです。料金は3ユーロなので477円。バスの中で支払います。定刻通りバスは出発しました。現在時刻は午前11時16分、1時間弱でジャコバに到着しました。もうホテルを予約してあるので、一旦ホテルに行って荷物を置かせてもらおうと思います。ここジャコバはコソボ共和国で7番目に大きな町です。そういえばいつの間にか晴れましたね。よかった。この地域は最近開発された場所なので比較的新しい建物が多いんだけど、旧市街地の方へ行くとなんと日本の古い街並みに似ているということで、それでね話題の街です。ただ観光客自体はすごく少なくて、日本人にちょっと人気がある、そんな感じの街ですね。ちなみにコソボ紛争の時はセルビア勢力に攻撃されて結構壊滅的になった地域もあります。小さな町だけどちゃんと KFC はあるんですね。今日のホテルゲストハウスルーフに到着しました。荷物を預けたのでこれからジャコバを散策したいと思います。私が今歩いているこのエリアはコソボで最も古いバザールです。この地域はコソボ紛争で壊滅的な被害に遭いました。なのでこれらの建物は紛争以降に再建された建物ですね。バザールとは言ってもレストランやカフェなどが並んでいます。今日は土曜日なのでこんな感じでね、テラス席に人がたくさんいます。気持ちよさそうだね。ここは随分とおしゃれな小道ですね。レストランが並んでます。小道を抜けたら少しだけ大きな通りに出ました。ここ川沿いですね。川があるんでちょっとだけ行ってみましょう。川の反対側は新市街なんですね。こんな感じで新しいコンドミニアムがたくさん建ってます。昨日雨がたくさん降ったので川の水はそんなに綺麗じゃない。落書きがすごく多いですね。はい、それじゃあ旧市街の方に戻りたいと思います。有名なものかは分かりませんけれど、時計台がありました。確かに日本みたいな街並みなんだけど、ちょっと違うのは壁ですね。ブロックでできてます。これだと地震で崩れちゃうんで、日本ではめったにないですね。こんな感じで街にはアルバニアの国旗がすごくたくさんあります。この街の人口9割はアルバニア系です。それじゃあこのバザールを南に進んでいきたいと思います。こうやってちゃんと歩行者天国になっているのがいいですね。そして石畳なのがすごく雰囲気出ています。
この辺もバーやレストラン、カフェがたくさんあります。みんなおしゃれですね。このレストラン街を抜けるとちょっとローカルになってきます。この辺りの建物とか完全に日本ですね。木製の建物に瓦屋根、軒下みたいな感じかな。これはアルバニア、この地域の伝統衣装ですかね。素敵。確かにこの辺りはバザールらしさがありますね。小さな商店がたくさんあります。旧市街地の一角、この建物はハドゥミモスクです。ちょうどお祈りの時間でアザーンが流れてますね。建設されたのは16世紀後半。コソボ紛争の時にモスクとミナレット以外は焼き払われてしまいました。ここでウドゥができます。それではお祈りに参加してきます。ということでハドゥミモスクでした。この辺りの建物もすごく日本らしいですね。雨戸とかこの戸の感じがそれっぽい。それでは一旦ホテルをチェックインしに行きたいと思います。改めてゲストハウスルーフです。今回はプライベートルーム。Airb で予約して1人4泊70ユーロ、日本円で11,130円です。Wi-Fi のスピードは 20Mbps ですが、意外と問題なし。はい、ということでホテルをチェックインしたので、これから再び散策したいと思います。で、今いるのがさっきのハドゥミモスクのさらに南のエリアです。はい、こんな感じでこの辺もすごく日本らしいですね。戦前の商店街みたいな感じかな。この辺りの建物はコソボ紛争でも生き残った建物が多いので、さらに歴史を感じますね。ほら、この戸の感じ、そして梁の感じとかね、やっぱり日本の建物っぽいですね。ネットでは飛騨高山に似てるって書いてあるんだけど、残念ながら私は行ったことないので分かりません。ただ川越とかいわゆる小江戸、小京都、そういう風に言われたらそう信じてしまうような、そんな街並みです。レトロで素朴な街並みにタトゥー屋さんがあるのはちょっと面白いですね。今どこにいるんだっけってちょっと考えちゃいますね。本当に日本に戻ってきたみたいです。ここは今工事中なんですね。こういう街並みでもミナレットが見えると、あ、日本ではなくて海外だって感じます。あ、この辺りの建物は日本っぽいというよりもヨーロッパっぽいですね。レンガ造りだからですかね。本当に日本らしい街だけど、別に昔日本人街があったわけではなくて、オスマン帝国の建築様式とこの地域の伝統的な建築様式が合わさってこんな感じの建物になっています。
それではこの大きなおしゃれなカフェに入りたいと思います。今回はせっかくなのでテラス席にしました。今回注文したのはグリーンティーです。 0.9 ユーロなので143円ですね。カフェからの眺めはこんな感じです。カフェで1時間ぐらいゆっくりしていたらだんだん雲がたくさん出てきましたね。明日は雨かな。バザールのエリアに戻ってきました。ちなみにコソボ紛争時はこんな感じだったみたいです。この街も山に囲まれているせいか風が強くなってきました。半袖だとちょっと寒いのでホテルに上っ張り取りに行きたいと思います。相変わらず雰囲気がいいですよね。はい、ということでホテルに到着です。はい、それではこれからディナーを取りに行きたいと思います。多分この辺りがジャコバの中心地ですね。旧市街地を出ると街並みは普通ですね。そして寒いです。現在の時刻は6時です。今ね、子供たち3人が近づいてきてこんにちはって言ってくれました。いつもだいたいどこの国行っても中国語でニーハオと言われたりとか、あとはチャイナ、コリアとかって言われるんだけど、こんにちはでした。なんかすごく嬉しいです。それでは今日はこのテビミというレストランでディナーにしたいと思います。店内はこんな感じです。メニューはこんな感じ。とってもシンプルですね。ということで今日のディナーはこちらです。まず飲み物はアイラン 0.5 ユーロなので80円。ショップサラダ 2.5 ユーロなので397円。そしてメインのキョフテ8個で4ユーロなので636円です。パンは無料。それではいただきます。それではサラダからいただきます。このサラダはバルカン半島で主に食べられているサラダです。トマトとキュウリと玉ねぎが大量に入っていて、上には大量のチーズがかかってます。これ全部チーズ。はい、それではこちらのキョフテもいただきます。キョフテは中東とかバルカン半島とかその辺で食べられているミートボールです。牛肉ですね。炭火で焼いてるのですごく美味しいです。はい、ということでごちそうさまでした。めっちゃ美味しかったです。すっかり日が暮れました。それにしてもね、この街すごいです。またこんにちはって言ってくれたりとか、さっきすれ違った人はハローって言ってくれました。もしかしたら観光客とか外国人がこの街少ないからなのかもしれないですね。それではちょっと寒いですが、夜の旧市街地がどんな感じか見に行きたいと思います。見てこれ、めっちゃ雰囲気良くない？このオレンジ色の電球がチカチカしてる感じがすごくいいです。やっぱりすごく懐かしい雰囲気ですね。この辺は昼間にも来たレストラン街ですが、意外と人が少ないですね。そしてライトがめっちゃ綺麗。まだ午後7時を過ぎたばっかりなんですが、本当に静かですね。私は静かなのが好きだからすごくいいんですけど。ということで今回の動画ではコソボ共和国ジャコバの様子をお伝えしました。本当に日本みたいで雰囲気のいい街でした。ということで今回の動画はこれで終わりにしたいと思います。ぜひチャンネル登録、いいね、コメントよろしくお願いします。
ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。